エンター。こんにちは、入口です。今日の授業は N3 の文法はず、確信のある推測を表します。この文法を日本人は言い訳によく使います。はい、今回の授業ははず、確信のある推測です。今まで推測といえば、と思います。らしい、などの文法を解説してきたんですが、今回のはずは単なる推測ではなくて、自分の中で根拠がある確信という感じ。なので、と思います。らしいよりも意味が強い文法になります。ただもちろん自分の中では根拠がある理由があって確信しているけど、それが事実ではありません。彼はもう家に着いてるはず。これは彼はまだ家に着いているかはわかりません。事実かはわかりません。でも私の中では彼は私の家から30分離れている。彼は1時間前に私の家から彼の家に向かった。だから彼はもう着いてるはず。というように自分の中で根拠のある理由があるということです。日本人がもっと自信がないときは、彼はもう着いてると思うんだけど、もう着いてるんじゃないかなのような、もっと弱い推測の言い方があるので、そちらを使います。ただ、注意してほしいのは、このはずは結構客観的な表現方法です。自分の中でこういう理由があるからこうだろうという確信なんですけど、その原因を客観的に見てこうなってるって確信しているイメージです。自分の感情的な言い方はと思います。と思うです。なので日常会話ではと思うを使う日本人が多いです。日本人は友達同士の会話では客観的な表現よりも主観的、感情的な表現をよく使います。だから、もうついてるはずだよって言うと、ちょっと客観的で距離があるので、もうついてると思う。もう絶対ついてると思う。みたいな言い方の方が、友達同士との会話では距離が近い感じがします。こんな感じで、と思う、と思いますは弱い推測。だけど、絶対をつけることによって、はずのように強い推測に変えることができます。だから日本人は日常会話、友達との会話の時は、絶対何々だと思う。もう絶対ついてると思う。こっちの言い方をよくします。逆に日本人が日常会話で、はずを使うのは言い訳する時です。遅刻した時に、間に合うはずだったんだけど、自分の中では間に合う理由があった。言い訳でよくします。絶対間に合うと思った。だと、30分の場所に1時間前に家を出たとか、そういう理由とかなく、ただ自分が思っていただけな感じがするので、言い訳の時に絶対間に合うと思っただと、ちょっと適当な感じ、ちゃんとしていない感じがあります。だから、言い訳の時は間に合うはずだったっていう日本人が多いです。では、はずを使った例文と日常会話で友達同士で話す時の日本人の話し方の2つの例文を挙げるので、皆さんもシャドーイングして練習してみてください。それでは例文スタート。山田さんも来るはずだったのに。山田さん絶対来ると思ってたのに。山田さんはもう帰ったはずです。山田さんはもう帰ったと思うよ。宇宙人はいるはず。宇宙人は絶対いると思う。もう終わったはずなのに。もう終わってると思ったのに。返事来るはずだったのに。絶対返事来ると思ってたのに。10時に来るって言ってたからもう来てるはずだよ。10時に来るって言ってたからもう来てると思うよ。はい、こんな感じで、はずは日常会話でも使えます。ただ、ちょっと客観的なので、友達と話すときは、と思うとか、
別の言い方をする日本人は多いです。テストの日本語の次に日本語の日常会話を勉強したい人は入り口日語が合ってるはず。テストの日本語の次に日常会話の日本語を勉強したい人は絶対入り口日語が合ってると思う。確信ということで今回の授業はここまでです。入り口でした。エンター。1対1で入り口と話しませんか？個別授業で待ってます。